こんにちは皆さん、Max です。スチです。私たちの社のへようこそ。Suji, quick, name me some of your favorite Japan comic character. I don't really know, but I remember a very pretty character in the part that I still remember. His name Inuyasha. I think he's half wolf, half god. This guy, the gray hair. Yeah? Yes. You like this anime? Yes. Damn, this look old. What? Well, maybe this is gonna be in this video because they're talking about Japanese that remodeled the American character. So let's see. お疲れ様です。パーソナリティの椿です。行きましょう。アニメや漫画、ゲームなどにおいて日本と海外では何が異なるんでしょうか。最もわかりやすい違いの一つがキャラクターの見た目です。日本のキャラクターは目が大きく、鼻は線をちょんと置いたような小ささ。そして顔の輪郭が大きいです。かといって頭身が低いわけでもなく、体や服装は細かく描写されています。これらの特徴は海外の作品にはあまり見られない日本独特のもの。今回はMy Hero Academia, Boku no Hero Academia, is it? キャラクターデザインにおけるデフォルメという観点から日本と海外の作品の違いを見てみましょう。But wait, a lot of the time when I look at Japanese anime character, I feel like they try to make them look foreigner at the same time. They try to look like us foreigners. Yeah, like blonde hair, gray eye, blue eyes, big nose. They try to mix kind of the デフォルメとは何かを書くときに対象の特徴を捉えて変形や特徴化を行うこと。日本でこの言葉が使用される際はそこに簡略化などのニュアンスが加えられています。海外の作品において頭身を下げるデフォルメが施されているキャラクターは強調の意味合いが強いです。That's Homer Simpson. The Simpsons. ザ・シンプソンズやパワーパフガールズのキャラクターを思い浮かべてみるとよくわかるんではないでしょうか。何から何まで実際の人間の見た目とは違っていますよね。それに対して日本の場合は頭身が変わっても体や顔の形は基本的にそのまま。こういった日本独自のデザインの方向性は古くから見て取れ、明治から昭和時代の風刺画のキャラクターなどは驚くほど現代的です。その後、現代に続く週刊漫画雑誌が続々と刊行。手塚治虫をはじめとする草分け的なクリエイターたちが数多く登場しました。それにより日本的なデザイン手法は漫画やアニメに適合する姿へと進化。そして彼らの作品を見て育ち影響を受けた新世代のクリエイターたちが誕生します。そこから現代まで世代や感性、技術を超えた試行錯誤を続けた結果が今日の日本のキャラクターデザインとなっているのです。要するに日本と海外でキャラクターデザインが大きく異なる理由は日本の表現技法が閉鎖的なコミュニティの中で独自に試行錯誤され続けてきたものだから。違った文脈と感性の中にある海外の作品と異なるのは当たり前だと言えるでしょう。マーベルキャラをIt's ironic, I'm thinking about that. A lot of Japanese anime and even video game, the characters are very sexualized. Yes, they love to point the camera on the chest. Even though when you go to website, then it's blurred. Yes, and with the short skirt, like Sailor Moon things when she's on her back, and also the sound, the voice of the character. It sounds young, right? So when she screams, it's make like if people walk past your room, things they like will that. think you're listening to something else, right? Yes. を日本が魔改造したことが話題に。日本が美少女化したポリコレマーベルキャラが話題になっていました。寿屋の美少女シリーズ最新作にマーベルがポリコレ要員として投入した女性版ホークアイが登場。日本で逆に美少女化された姿が注目を集めています。It's true in a way. The anime in North America are not necessarily sexy, but the Marvel stuff and the female in the movie are the same way that
they are in Japanese anime, in a way, right? Yeah. 2022年11月に発売予定となっている女性版ホークアイのケイト・ビショップは、マーベルのスーパーヒーローが多数登場するアベンジャーズシリーズのキャラクター。こちらに何かを訴えかけてくるようなラッキー・ザ・ピザドッグのお茶目な表情や気ままに走り出した彼に翻弄され、あわわと慌てるケイトの表情や仕草が躍動感を持ってコミカルに表現されています。映画やゲーム、コミックのヒロインたちをアーティストの山下俊也氏による独自の視点で捉え、新たに生み出されたジャパニーズテイストで立体化するシリーズで、アメコミなキャラクターもこれまでに数多く登場しています。ポリコレのマーベルキャラが日本のクリエイターによって美少女へと進化したことは海外で大きな話題に、絶賛の声も数多く寄せられていました。その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本のデザインが西洋のデザインを公開処刑している。日本人は芸術性の大切さを分かっているよ。アメリカと日本のキャラクターデザインの方向性がすごくよくわかる。日本は昔からレディーをいかに可愛く見せるかを心得てるね。ハーレークイーン、ワンダーウーマン、パワーガール、刀をすべてこのデザインで持っているよ。素晴らしいフィギュアだね。めっちゃキュートになってる。日本の漫画にはいろいろな絵柄があるのが好き。アメリカの作品も全部日本みたいな絵柄だったら読みたくなるのに。In America, there's a big movement on the right side of the political spectrum to not have content that is too hypersexualized. And what Japanese do in anime, especially these days, even in a TV show like Demon Slayer, the sister of the main character could be is very young and we don't know how old they are. It's always like a flu to decide what age they are. That would be difficult to make an anime like that in North America because of the age that is always an issue in North America with cartoon like this. Oh, thinking about it, is Japan have that kind of age restriction? But I think the Japan age of consent was is higher, but it was historically very, very low. 絵柄だったら読みたくなるのに。西洋のエンターテインメントが嫌悪と思想によって突き動かされた人たちに支配されていることを思い出させてくれる。実際に楽しめることはあまり求められていない。可愛らしい表情はもちろん、美しいボディラインやふわりと舞う髪の造形も素敵なフィギュアで海外が絶賛するのも納得ですよね。美少女シリーズでは他にもブラックキャットやエレクトラ、フェニックスなど様々なマーベル作品の女性キャラクターがフィギュア化されています。どのキャラクターも原作のビジュアルとはかけ離れた美少女ぶり。海外の原作ファンが見たらあまりの違いにびっくりしそうですね。海外メディア、なぜ海外のゲームには魅力的な美少女キャラが少ない？海外のゲームにはなぜ魅力的な美少女キャラクターが少ないんでしょうか？複数の超大作ゲームに携わった経験豊富なキャラクターデザイナーは海外メディアの取材に応じ、その真相を次のように話していました。女性も男性も様々な体型をしています。そのため、胸の大きな女性キャラクターは非現実的と言ってしまうと、それは嘘になりますよね。しかし、トランスジェンダーの人々にとっては、それは嘘ではないのです。元男性の女性は自然に胸を大きくすることができません。また、すべての元男性に豊胸手術をする経済的余裕があるわけでもありません。つまり、女性らしい曲線的なボディラインのキャラクターを避けるのは、トランスジェンダーの人々に不快な思いをさせないため、女性を性的対象と扱って批判されることを恐れているのではないのです。キャラクターデザインにおいて、これは非常に難しい問題。私も多くの役員会議でどう対処すべきかを話し合ってきました。トランスジェンダーの人々がゲームに臨んでいるのは現実的なキャラクター。あまりに女性的にすると彼女たちは疎外感を抱いてしまうのです。ですから、Well,
don't get me wrong, in American game, Lara Croft, Tomb Raider, and Angelina Jolie, you have a lot of characters that are very sexy and very appealing. It's just that America is extremely diverse in thought, and they try to reflect that in the game and in the movie, because you don't want to piss off half of the population. I think not unanimously, but most people will be okay with what is going to be shown in the anime, I guess. Compared that if you do the same in America, you will piss off half the population. So you need to try to give a little bit to everyone to please the most people in a way, right? 多くのデザイナーは女性キャラクターの女性的特徴を弱めることで、元は男性だったトランスジェンダーの女性と、もともと女性だったシスジェンダーの女性の差が大きくならないように配慮しています。このデザイナーの発言に対して海外からは様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。ポリコレに屈した結果がこれだよ。なぜトランスジェンダーの女性の言いなりになる必要があるんだ。西洋のゲームにゴリラ女が多い理由はこれだったのか。本当、クリエイターが自由に好きなようにものづくりできる環境になってほしいわ。要するに女性らしい女性キャラはトランスジェンダーの女性の体とはかけ離れているから NG ってこと？何様のつもり？なんていうか西洋のメディア I'm not even sure if these comments are real or if they're real people or if it's just AI that do the comment because that doesn't make any sense. They're basically saying that like transgender are the reason why there's masculine women in video game, but no, it's just that creators are trying to express the fact that America is very diverse, so they try to show things in the video game that reflect the population as a whole. Yeah, sometimes when you shoot the character in game, you just think which character is like special, which one is strong, thing like that. And I also saw some guy play the woman character too. Yes. は客を楽しませるのを目的としていないんだよな。日本のゲームに出てくるアニメ的な女性は非現実的やと思う。その意味で西洋のゲームキャラの方が現実に近いんじゃないかな。Yes, see, they are saying the opposite. Now he's saying that in Japanese it's more unrealistic and in the Western game it's more realistic. But at the same time, whatever people pay for and buy the games, like the result is what matter at the end. You can have one game that is very unrealistic and one game that is realistic and they both do well or they both do poorly. At the end of the day, is your game or your movie good or not? It's the only thing that matter. Yeah. Like, there's nothing else that matters. まとめ。ポリコレにおいてはルッキズム、外見による差別や偏見はタブー視されています。そのため海外のゲームでは胸が小さい、太っている、美形ではないといったポリコレ要素満載の女性キャラクターが急増。中性的かつ無個性で魅力が感じられないとして海外でも議論が起こっているそうです。これは性的マイノリティへの配慮というより、もはや制作者の価値観の押し付けに近いような気がします。ゲームやアニメにポリコレ要素を無理やり入れることは本当に必要なんでしょうか。ポリコレで多様性を求めた結果、逆に個性が消えてしまうというのはなんだか皮肉に感じますね。It's true that sometimes when you read manga and people change when they make a movie, right? People change their character and everything. I think that movie not gonna like make the profit with anything at all because people are not gonna like it, especially when they read a story already in their head. So they expect everything gonna be like the same character as their novel, as their manga. Yeah. So yeah, things like that. So I think sometimes when people produce the movie, should not change too much, especially when the character, you know, which color, what color, things like that. Yes, but in America, remake are very popular. Like making Marvel Avenger number 8 or 9 or 10. And at the end of the day, it's because when you have success with previous one, you keep doing more of the same thing until it stop working. At least a new character appear. Yes. They did not change what is original in the book. It's a lazy form of doing film because at the end of the day your demographic is always going to be like 12 to 23 years old because this is the people that go to the movie the most or to consume movie and video game the most. So you appeal to the same audience and then people like us that are more like
more than 30, there's less opportunity for us to go play a video game or go to see a movie because it's mostly targeted at people that are younger in general, right? Unless you want to win awards at the Oscar, you know, but there are movies that usually don't do well at the box office. So anyway. Yes. I will put you there. Please click on it. And Mata oishimashou.